はい、内山浩一のザ・ゴッドチャンネル。はい。よ皆様今日もよろしくお願いします。ろしくお願いします。前回はね、新しい引っ越した事務所の中に、思いがくっついてたというはい。話だったんですけども、うん。そのお話が終わったすぐ、うん。またどなたが来ておられますので聞いてみえたいと思いまー、す。そうなんだ。はい、エレナさん、準備お願いします。ああ、はい。はい、そのため息というか、なんていうか、うん。頑張りましょう。よろしくお願い頑します。張りましょう。はい。はい。皆さんも丹田に落として、この間の分を丹田に落として映像見たら、あんまり気持ちいいもんじゃないですね。はい。そこそこに聞い取ってみてください。はい。準備お願いします。はい。それでは、今私の頭上に来ていただいている方、恐れ入ります。エレナさんの方にお入りいただき、お言葉いただければと思います。はい。お願いします。うん。はい。はい。おいでいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。恐れ入ります。お名前を教えていただいてよろしいでしょうか。天草四郎です。天草四郎様おいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。エレナさんが天草に行かれたので、早速来られたということですね。はい。はい、ありがとうございます。それではお言葉いただければと思います。よろしくお願いします。はい。私もその残念な思いを少なからずうん、持っているもののうちの一人です。うん、本当に理不尽だと思った。本当に残念だと思ったし、悲しいと思った。この天草の地には昔から人々が住み着いて、漁師であったり、農民であったり、様々な仕事をしている者たちはいたが、年貢の取り立ては厳しく、人々は食うや食わずで生きている者たちばかりでした。とても苦しくて、この幕府のなす、うん、政治があまりにも悪く、農民たちはみんな苦しんでいました。作物もさほど豊かに実らず、実ったものはすべてお上に納めなければならなかった。そういった多くの人々の苦しみを見るにつけ、この人々を救わねばならないということから思いを発し、そして神を信ずる心というものをもう一度思い起こそうではないか。神は我々を見捨てられるということはないのだと希望を持って神に委ねようと。そしてこの苦しい生活を少しでも緩やかになるようにという思いでお神に抵抗をした初めての戦いであった。それを先導し、指導し、多くの人々の意気込みを集め、そしてみんなで力を合わせて戦っていこうとしたのが私の最初の思いでした。
人々を救わねばならないという使命感があったのです。なので、これ以上、この生ける屍のような生き方をしている人々を見過ごすわけにはいかないというギリギリの選択でした。やむを得ず、兵を挙げる。自分たちで作った兵だったのです。しかしそれもやがて幕府軍によって兵糧攻めに遭い、皆命を落とすことになった。私もそのうちの一人や代表として命を落とすことになった。残念で仕方がない。無念で仕方がない。その思いは変わらないのです。しかし、その後に長い時間をかけて、ここ天草の地で、キリシタンの信仰が続いてきたのです。村の人々の熱い信仰心に支えられて、それが続いてきた。それは良かったと、結果において良かったと思っています。我らが死ぬ必要があった。私自身が非業の死を遂げる必要があった。それによって人々の中から自発的にこの教えを守ろうとする動きが出てきたのです。今や私は英雄のように語られておりますが、それはもとよりこの地域の人々の努力によって血の滲むような苦労によってつないでこられたことなのです。私はそれを展開から見ていて大変嬉しく思いました。私の肉体的な死はこのような形で花を咲かせることとなった。隠れキリシタンである人々がずっと長い間つないできたけれど、いよいよそれは現代にもつながり、キリスト教を信ずる信者がこの町にも多くいるということをもって私は報われました。ありがとうという気持ちで今は町を見ています。見守っています。そしてみんなに幸せになっていただきたい。どうかこの清い思いをいつまでも続けていただきたいと思います。それこそがこの天草の地が繁栄するための方法であると思っております。ありがとうございました。はい。ありがとうございます。はい。そうですね。結果において、残ったわけなんですね。はい。相当多くの、まあ、犠牲がありましたね。富岡町とかも行って私も見てみました。非常に、両方の本当に、
両方の方多く亡くなられた場所だと思います。ただその信仰っていうことが、貫かれた場所として日本の中ではしっかりと歴史の中に残っているかと思いますね。はい、教会もちゃんと残ってますし、はい、これからこの信仰ということについてしっかりまた語っていくことができればと思っています。はい、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、エレナさん。はい。天草に行ってきて、はい。はい、美味しいものを食べただけではなかったみたいですね。ね、そうですね。いろいろ勉強もしました。うん。現地に行くと、やはり何か、その時すぐにわからなくても、うん。何か残ってるんだなと思いましたね。そうですね。縁ができてますのでね。はい。うん。天草四郎館も行かれたんですか？行きました。あ、なるほどね。うはい。ん。そこでいろいろ見てこられました？いろんな十字を形取った。うん。はい。見てきました。うん。そうん。して当時のその信仰の対象もう幕府によって禁じられていたので、うん。だからこの大きなアワビの貝うん。のうん。中にイエス・キリストを見立てたうん。貝の模様をね、うん。これをキリストと見立てて、そしてそれをご本尊のようにして、拝んでいたというか、信仰の対象として続けてきたとか、うん。柱の中に切り込みを入れて、こう表からはわからないようにして中に分このかったくね。丸いね、あれ何うん。の言いましたっけ？うん。何か丸いものの中に彫刻をしてあるね、うん。ものがあって、それをこううん。柱に隠してあるというね、うん。そんな風にして、あるいは表側は加藤清正の像なんだけれども、後ろにその背中に、クロスの十字をね、うん。彫刻してあるような、これをご本尊のようにしておいて、拝んでいるという、そういうものとかね。そうですね。お墓もそうですね。表向きは普通のお墓だけど、裏側になると十字が切ってあったりとかしてますね。ねうん。いうところをいろいろと見せていただいて、はい、ちょっと勉強になりました。うん。うん。まあね、時代の流れで、仏教のあるところに、キリスト教を持ってくる、日本神道教のあるところにキリスト教を持ってくると、両方ですね。やはりなかなか難しいものがあったんでしょうね。うん。ね、で、結果的には日本は、そのキリスト教も受け入れて、日本独自の、キリスト教観って言いますかね。それを形成してますね。そうですうん。ね。仏イエズ教も、ス会でうん、すかね。ですね。うん。仏教も、日本神道系も、キリスト教も、みんな溶け込んでますね。はい。ですね。うん。みんなクリスマスやるしね。うーん。クリスマスプレゼント持っていくしね。文化はありますね。ううん。ん。悪魔の儀式もありますね。ハロウィーンとかね。ああ、それは近代ですね。そういうね。ものが、はい。入ってきた。なんでもかんでも、この日本はね、受け入れて、そう。溶かし込んで、日本独特のね、うん。文化に変えてしまいますね。うん。うん。もうなんか当時のまんまの建物みたいな民家でもね、うん。うん。柱とか格子戸とかそんなのがこう古いまんま残っていたり、街全体が。うん。うん。そういうところをね、ちょっと見てきましたね。ああ、先津天使と言ってこられました？はい、行ってきました。うん。うん、昔のまんま残ってますよね。私のまま残ってます。うん。うん。本当にね、中に入りました？その教会の中に入りました。あ、うん、自由に入れるようになってますよね。ね、入りました。そしたらもう畳の、ところで、でも前方にはキリストの像がうん。飾ってあって、そして、ですね。はい、うん。ボランティアのおばあさんたちが椅子をね、並べていましたけど、一生懸命うん。
こにちょっと座って少しの間、瞑想してきましたけど、うんこうやって信仰を続けてこられたんだなというのをと感じてきました。私もだいぶ前ですけどね、行って誰もおられなかったんですよね。自由にって書いてあったから中に入って、そうですね、しばらくそこで佇んでましたね。座ったのかな、畳に座ったかな、少しね、お祈りみたいなことやったような気がします。覚えてる、なんとなくですね。信仰のね、大切さをね、これからね、本当に広げていかなくちゃいけないかなと思ってますのでね、正しい信仰ですね、頑張っていきたいと思います。そうですね。はい、殉教するようなね、そういった方向ではなくて、本当に全体がね、そういった方向に行くように、なればいいなと思ってます。そうですね。はい、じゃあ今日はこれで終わります。どうもありがとうございました。ありがとうございました。魂の光セッション、概要欄のリンクからお申し込みください。